こんにちは、みどりです。ニュージーランドより発信しています。このチャンネルでは日常の困難を乗り越え、心穏やかな生活を目指す知恵を共有します。今回も心に響く話を短くお届けしようと思います。今回はネガティブ感情の奴隷にならないよう私たちにできることというタイトルでお話しします。辛い、悔しい、妬ましい、腹立たしいなど、ネガティブな感情に襲われたとき、感情に支配されてその奴隷にならないよう、私たちができることは何なのでしょうか。今回はこれをテーマにします。単なる私の個人的な意見なので、参考程度に聞いていただければ幸いです。ネガティブな気持ちは良くないので、辛い時にも、悲しい時にも、悔しい時にも、妬みを感じる時にも、怒りで腹渡が煮えくり返る時にも、ついてる、嬉しい、幸せだなどと、ポジティブな言葉を口に出そうというアドバイスもあります。そうすることで、認知的不協和が起き、最初のうちにはそう思えなくても、次第にその言葉通りに感じられるようになれるという説です。確かにこれも一理あるでしょう。これができる人は積極的にやればいいです。でも私はこうできない時が多いです。特に感情があまりにも激しい場合、自然と湧き出る感情を無理に抑えつけようとしても逆効果であり余計辛くなってしまいます。自分の正直な気持ちに向き合わず、自分に嘘をついて、ネガティブ感情を否定すれば、ストレスで体調が悪くなることもあります。自分の本当の気持ちを隠して、無理に明るく振る舞おうとしても、ネガティブ感情がずっと未消化のままで、いつまでも引きずってしまいます。私個人はネガティブ感情が湧いてきたとき、いけないものだからとは言わず、否定しない方がいいと思っています。なぜならネガティブ感情は人間の自然な感情であるからです。また、ネガティブ感情が常に悪いものだとも考えないからです。感情が湧いてきたら、その感情を感じきって完全燃焼させた方が後のためにも役立つと感じています。やらない方がいいことは、感情のままに振る舞って周囲の人々にそのネガティブな感情をぶつけてしまうこと、またネガティブ感情に自分自身が支配されてしまうことです。これらのことは極力避けるようにしています。自分だけで思いっきり感情を感じきり、その場ですっかり消化させて、あとはすっきりした方が気分的にも楽になれると感じています。しかし、一旦ネガティブ感情を所持できても、別の件でネガティブが発生して、次から次へとネガティブが続き、しょっちゅうネガティブな感情に襲われれば、しばしば否定的な気持ちと向き合わなければならなくなります。あまりにもその頻度が多すぎれば、その都度その感情を処理するのはかなり大変であり、しんどいものになります。こんな場合に頻繁に襲ってくるネガティブ感情にどう対処すれば自分は楽になれるのでしょうか。数年前、私が心理カウンセラーから教わったことがとても役に立ちます。それは解釈の仕方を変えるということです。感情は自然に湧いてくるから、一旦湧き出したらそれをコントロールしようとしてもうまくいかないものです。しかし、その感情が湧く前に、感情を誘発しそうな人や物事に対して、自分はどのように考えるのか、どう解釈するのか、捉え方次第で自分の感じ方も随分変わってくることが多いです。例えば、車の運転をしているとき、後続車がイライラした様子で、クラクションを何度も鳴らしてきた場合、自分としては慎重に安全運転をしているのに、
後ろの車から早くしろとせき立てられて、怒鳴られているような気になります。そんな時にイラッとくるのも不思議ではありません。自分もクラクションを鳴らし返して、うるさい、黙れと喧嘩したくなります。相手からのクラクションを真に受けてしまえば、このように感じることもしばしばあります。しかし、捉え方を少し変えれば、相手がうるさくせき立ててきても、自分は落ち着いていることも可能です。ああ、後ろの車のあの人はトイレに行きたくてどうしようもないんだ。だから急いでいる。早くしないと漏れちゃうから大変なんだ。かわいそうだな。でもね、お漏らしするよりも安全運転して事故を起こさない方がずっとマシだから、と自分につぶやくことです。後続車の運転手が本当にトイレに行きたいのかはわかりません。でも勝手にこちらでそのように決めて、面白おかしく解釈できれば、こちらが相手のイライラに巻き込まれることも少なくなります。トイレ漏れそうなんでしょって自分の中で思うことは、誰にも迷惑がかからないことです。自分にとって都合の良いように解釈できれば、それだけで気分も悪くなりません。相手からの失礼な行為を真に受けることもなく、自分は苦しまず冷静を保てます。自分が心地よく思えるように解釈すること、物事を自分の都合の良いように捉えること、これを意識的にすることにより、その後の感じ方も全然違うものとなり、ネガティブな感情が湧き出ることもだいぶ少なくなります。カウンセラーの先生が教えてくれたことは、こういう考え方をしたら自分はどう感じる？と自問自答してみることです。もしその答えが嫌な気分がするな、だったら、じゃあ別の考え方をしてみようと言って別の解釈を試行してみます。新しい考えが浮かぶたびに、この考え方自分にとってどう？と聞いてみて、それなら気分がいいと思うものが見つかるまで考えてみることです。どう考えようと、どう捉えようと、どう解釈しようと、自分の気分が良くなるように解釈すること。そうすることでネガティブ感情が湧いてくる頻度を軽減させることも可能です。カウンセラーからのこのアドバイスを実践するようになってから、実際に私が怒りの感情を燃やすこともだいぶ少なくなったと感じています。自分の近くにイライラとして感じの悪い人がいた場合、以前の私は相手からのイライラをもらってしまい、自分まで不愉快な気分になっていました。でも今ではそのような人を見たときには、ああ、あの人、今朝旦那と喧嘩したんだ。だから憂さ晴らししたくて、周囲の人に怒りをぶちまけてるんだ、と勝手に想像します。それが本当かどうかは重要ではありません。そのように捉えることで、自分の平静を失わずに済むか、こちらの方を重視して、自分にとって都合よく考えてしまうことです。そうすることで嫌な感情に襲われることもだいぶ減らせます。感情そのものは自然と湧いてくるものです。一旦湧いてきてしまったものはどんなに否定しても抑えようとしてもなかなか静まってはくれません。そういう時にはもうその感情を感じきってすっかり消化させるようにします。しかし物事の捉え方を変えることで自分の都合の良いように解釈することで嫌な感情に襲われることもだいぶ少なくできるものです。感情をコントロールするのではなく、感情を湧き立たせるきっかけになる対象物に対して自分自身の解釈の仕方を変えてしまうこと、自分の都合の良い解釈や考え方にすることです。
これにより不愉快な感情が湧くこともかなり軽減できます。こちらのアプローチの方がずっと効果的であり、自分の負担にもならないと私は個人的に感じています。ということで、今回はネガティブ感情の奴隷にならないよう私たちにできることというタイトルでお話ししてみました。最後まで聞いていただきまして本当にありがとうございました。次回も役立つ情報をお届けする予定です。応援いただけると嬉しいです。よろしくお願いいたします。ニュージーランド在住のみどりでした。それではまた次回まで。